仮眠状態の中、カチンと蛍光灯がつくような音がして、目の前に日本列島が見えてきたんです。ちょうどこの高さでこの角度から日本列島を見下ろしていました。こんにちは、新海月里奈です。今回は私が覚醒し、天から告げられたメッセージ、地球のへそについてお話ししていこうと思います。日本列島を見下ろす。今年2022年2月の連休からフラッシュバックが続き、戦場の壮絶な憑依もあり、覚醒した私は、北へ南へ、西へ東へ、十字を切って神社参拝するという奇行とも言うべき行動をしました。そしてその十字が交わる中心エリアに自分が今いるこの家があることに気づきます。これに気づいた途端、私は体に激震が起こり、興奮状態になりました。で、この時夜中の3時過ぎだったんですが、仮眠状態の中、カチンと蛍光灯がつくような音がして、目の前に日本列島が見えてきたんです。ちょうどこの高さでこの角度から日本列島を見下ろしていました。実際は布団の中で目をつぶっていて、頭の中で映像を見ているような感じです。そして私が十字を切って参拝した十字のルートが浮かんできたんです。で、日本列島を眺めていると海溝が入り組んでいるのがわかりますよね。地理の教科書にも載っている通り、日本列島は地球を覆っている十数枚のプレートのうち4枚のプレートが衝突している部分にあります。なので日本列島が位置するのはプレートが沈み込むゾーンとして世界的にも非常に活発な場所なんです。そこで私は日本列島は世界でも特別な場所だと感じるんです。もしかして日本列島は地球のへそなんじゃないかなって。ちょうどへこむ場所というか、体の内部に入り込む場所というか、おへその構造に似ていると私は捉えたんです。で、もう少し日本列島を眺めていると、今度は日本列島が人間の姿に見えてくるんです。人が大の字で寝ているというか、ちょうどダンクシュートしている人のポーズに見えてきます。で、私が十字を切って神社参拝した十字の部分がへそになるんです。もっとクローズアップすると、へその下に江ノ島が位置しているんですが、ここが子宮だと私は気づいたんです。というのも、江ノ島神社へ参拝した時、江ノ島内にある洞窟、江ノ島岩屋にも行ったんですが、江ノ島の岩屋には深い奥部があって、その奥部は Y の字に二手に分かれていて、まるで子宮の形に似ているんです。で、そこは他の場所と違って一切霊的な音がなく、無音状態、全く静かなんです。物理的に音がしないということではなくて、霊的に静かなんです。この時私は覚醒状態にあって、各所の神社に参拝した際にはいろんな神様の声が聞こえましたし、精霊の声とかも耳元でささやかれたりしていたんですが、この江ノ島の岩屋の奥部だけはそういった霊的な音、声が全く聞こえませんでした。なので私はここは神社のような場所ではなくて、純粋に自然だと、大地だと思いました。大地は自然という生命が生まれる場所です。つまりここは生命という魂が生まれる場所。ここから地球上すべての生命が生まれていると私は感じたんです。そして地球は命を生む生命の星だということも改めてインスピレーションによって気づかされたんです。
で、先ほどのレベルからもっと視点をぐーっと上へ上げていきます。そこで私は地球を見下ろし、タロットカードと関連づけて考察したんです。次回のセッション35は、覚醒し天から告げられたメッセージ、地球を支える3つの要素をタロットカードで読み解いていきます。次回の動画もぜひ見守っていただければと思います。今回の動画の内容について何か気づかれた方やご感想を持たれた方は、この動画のコメント欄にぜひ書き込みをお願いいたします。必ず返答させていただきます。また LINE ビジネスアカウントと新買い付けサロンを開設しております。 LINE ビジネスアカウントでは最新情報のお知らせ、新買い付けサロンではここで紹介しきれないお話やオンタイムで感じたメッセージ、インスピレーションを記事やラジオでお送りしております。